CG ってコンペみたいな時に審査員あるいは第三者にこう見せる時の最終的なフィニッシュを見せる時はいいもんですよね。リアルに見えるし本当の写真のように見えるし、でもそれはそれでいいとして、人間の頭ってもっと速いじゃないですか。立ち上げてくる時のこのモデルを人間の頭のスピードに合わせてものを作っていく途中の過程がね、人間の頭と同じようにものがここに欲しいんだけど、ずっと時間かけて緻密に積み上げて最後にこれですっていうようなそのコンピューターのその映像が作るそのモデルとは違う面白さが模型にあって、アウトプットだけじゃないですよ。作る過程がすごく大事で、我々の仕事ってその過程をどういうふうに積み上げていくかっていう時に模型ってすごい役に立つんですよね。模型は欲しいって言ってもあげないで、これは非常に大事な僕にとってのそのクリエイティブの塊なんですよ。でこれはここまで至った経過が全部詰まってると。建築家にとってのクリエイティビティっていうのはやっぱりここに詰まってるかなと僕は思ってるんです。模型の作り方に一つによってその人は何を考えたら全て分かる。もちろん建築も分かりますよね。建築を見ればどういうことを考えてるか分かるけど、模型を見るとその表情をどうしたいのかとかそういうことが分かるし、すごく大事なもんだと思う。もう設計者によってはプランを作りきってで建築を決めてから後でプレゼン用に模型を作るっていう人もいるんだけど、だから思考している建築の方向がどこにあるかっていうことにも尽きると思うんですけど、僕の場合にはもうプランは先行することは絶対なくて、常に模型があって模型中心にプランもやりながら外観のスケッチもやりながらっていうそんなことですよね。それはすごい。だから模型の役割っていうのは非常に大きくて、いくらコンピューターシミュレーションで立体モデルが作成されてもやっぱり手のひらに物がないとこれ頭の脳みその中に情報入ってこないっていうところがあるもんですからね、どうしても。最初から模型ありますよね。例えばこういうものを作る時にこういういくつかこういう案を作ったりするんですけど、例えばそこにあるそれちょっと今これはちょうど竣工した建築があるんですけど、これはあるところからこの模型を使って作ってるんですけど、一番初めはやっぱりこういうこれは六角形の建築なんだけども、施主がもう六角形気に入って初めからこれ六角形なんだけど、こういうものとか屋根をどうするかとか、例えばこれから動く住宅なんですけど、最初は幅が限度が決まってるんですけど、こういういろんなこういうのを作ります。10個ぐらい作るけど全部ゼロから作らないで、あるところからこういうふうに継ぎ足して例えばこれは窓がここにあったやつを塞ごうとか、やっぱりその開口部の話が大事なんで、輪郭が決まった後は開口部どうしようかっていう時にこういう塞いだりしながら。で塞ぐと色がちょっと変わるじゃないですか。これも OK にして、例えばこれはいわきの方にできてる住宅なんですけど、12345つ一塊じゃない建築作ったんですけど、でこういう庭がこういうとこ入り込むからなんていうか表面積が非常に多い建築なんですけど、でこういうのを作る時にこういうのも作るんです。これ同じもんなんですけど、僕らは頭でこういうのを作るから、ここで何をしようとしてるかっていうことが自分でも確認するためにこういうボリュームがこういうふうにつなげて、こういうところに隙間をたくさん作るってことで、広い色彩ができるんですけど、でこういう緑が入り込んでくる。でいろんなところにいても緑が見えるように作るんですけど、屋根を勾配を変えてみたりして串刺しにして移動していくんですけど、そういうことをやろうとしてるんだけど、今説明したようなものを作るに至ってんだけど、こういうようなレベルの模型っていうのは自分が何をしようとここでしてるのかなっていう確認のために作ってるところもあってね、いろんな接種との打ち合わせでこういうのはできてくるんですけど、で途中でやっぱり今何をしようとしてるのかなっていう確認のためにこれ作ってみたい。だからそういうちょっともう一回戻って確認したりとか、頭の中っていろんなものは同時進行で動くじゃないですか。いろんな要件を詰めて満たした上で果たしてこの建築がいい建築かどうかっていう自問自答するわけですよ。内側の使い勝手の理由がこういう部屋こういう場所が欲しいとか、中2階のこういう場所欲しいとかっていう内側の理由ってあるじゃないですか。寝る場所が欲しいみたいな、トイレが必要だみたいな、そういう内側の理由があるけど、
建築作る時それだけだとできないですよね。こう目つぶってこう目隠ししてね、こうやってこうモデルをこうにやってもパッと目隠し取った時にそれが素敵な形かってそんなことないじゃないですか。だからやっぱり外側をどう作るかっていう意識がやっぱり必要だと思う。でそれは外側内側だけじゃなくて、外側が作る形の中にその内側が入るわけだから、どうしても制約を受けるんですよ。すごい制約を、輪郭というこうでいうとこれ八角形の建築なんですけど、八角形のこういう制約を受けるわけですよ。その中にそのいろんな場所をこう組み込むのは建築を設計することなんだけど、どうやってその組み込んでいくかっていう、だから非常にこう外と内側両方から攻めて作っていくっていうことになるんですね。そこ結構難しいところですよね、建築の。でも非常に大事なところだと思うんですね、そこら辺のところって。外見どうするかっていうことも多分大事で、それ夜になると光が今度内側から灯るわけですよ。だからよく接種で家に帰ってくると、自分の我が家に帰ってきてその光の様を見て非常にこう戻ってきたなっていう感じも受けるし、その光が非常に綺麗だと思ったっていうようなことをクライアントが何人か言ってくれたりして、窓ってその外からの光を取り込むだけじゃなくて、自分たちの暮らしを外へ出すっていうか光を出すっていう表情としても大事だし、あとは近隣との付き合いもこう全部こう囲ってね、例えば空からしか光を取らないと、こう要塞のような家だってあるわけですよ。その時は大体外の人間と付き合うことはもう拒絶してるわけですよ、建築自体が。それか昔の家みたいに南側がドンと開いて庭があって、こう近隣と庭を通して話をするみたいな暮らしもあるじゃないですか。だから窓の開口部の開け方ってその造形的な空間と光っていう問題だけじゃなくて、周囲との関係作る上でもこう態度を示す意味でもすごい大事なんですよね。でもハウツーはなかなかなくて、これはもう建築家のその持ってる資質っていうか価値観とか造形力とかそういうことに追ってくる。僕の場合にはね、どっちかっていうとこう移動していくことをすごい大事にしてるんで、中をどんなふうに移動していくかとバーンと見えるよりは移動しながらこう見えるこう見える方が面白いかなと思ってるから、比較的こうポスマント的なやつの方が多いですね。住宅の場合は特にそうなんですけど、住宅って非常に難しくて、暮らし方をそのままこう形にするわけですよ。暮らしっていうのは価値観だ、その時代のその時代の価値観って大げさだけど、どんなふうに暮らしたいかっていうことを問われるわけじゃないですか。問われるっていうか、彼らはこういうふうに暮らしたいっていうふうに思ってるわけですよ。でそれは設計者があんたこうに暮らせって言ってボンと出すわけでもなくて、で僕らもその今日の暮らし方をどういうものがいいかっていうの答えなんかないわけですよ。探ってるわけですよみんな。だからクライアント、ある意識を持ったクライアントから依頼をされた時にやっぱり一緒に探っていくと。でクライアントは空間のイメージっていうより暮らし方のイメージがある。こんなふうに暮らしたい、こんな価値観でもって社会に対して自分が世の中でどんな姿勢でこの場所で暮らすかっていう現れだから、じゃあどういう空間を作るかはまた別の話だけど、一緒にしていく必要があるんですよ。だから建築家に頼んで家を作ろうっていう。その時にあんたはこれだって最後のアウトプットだけポンと見せたってうまくいくわけないんですよ。やっぱり自分たちだってこういうふうに暮らしたいんだけど、自分たちの思考もちょっとずつ変わるわけですよ。建築の空間と合わせてどんな家で暮らそうかっていうことをこう半年くらいのうちにこう相談しながらやって、こういうのを見ながら思考もちょっとずつ変わるし、じゃあこの空間で暮らそうとかってことあるじゃないですか。住宅の場合はね、暮らし方とこう空間がちゃんとこうなんとか差しでこうちゃんと議論してるかどうかの結論じゃないと住宅ってうまくできないっていうことがあって、僕はだから住宅の場合は必ずもう一番最初からもう徹底的にこう見せますね。共有するための道具ですね。で共有するってことは僕の頭の中で考えてるこういうぐちゃぐちゃのものも含めてみんな共有する徹底的に付き合ってきて最後までこうやってくるよ接しと僕はいつも絵を作ってます。それは住宅は人が中に暮らした時の居心地の良さだから、人がどうしているっていうことを外せないじゃないですか。空間作るってことは人が中心で人のために作るわけだから、
人がどう思うかという時にそのハイタッチなねその表情の頭で考える空間の構成だけじゃなくてそこの表情がどんな表情かっていうことマチエールの問題ですよ。どうでもよくないじゃないですか。やっぱりどう考えたって非常に大事な話でそこだって絵描きは命かけてるもんです、そうだね精度が高ければ高いほど心を打つかっていう問題で建築の模型自体が心を打つ必要はないっていう見方もあるわけですよ。ちゃんと説明できて伝わればいいっていう。だけど建築の模型も一つのオブジェクトだから一つのアートピースであるわけだから表現の強さとか力っていうのは当然あるべきだと思ってるし、僕は別の世界だと思ってるんですね。これは建築の説明のためのものじゃなくてあるところから独立してるものだと思っている。いや手のひらサイズはすごい大事で、50分の1ってこいつの2倍になるんですよ。こういうやつのこういう意味で100分の1なんですけど。で100分の1で見える世界と50分の1の世界で見える世界と、さっきの大きな模型はあれ30分の1くらいなんですけど30分の1で見える世界があって模型のスケールとその伝えるものは違うんです。で100分の1とかこういうもしかしたら200分の1でもいいかも。それはこいつあんまり見えないから周りとの関係見えてくるんです。あるいはこいつも細かいディテールは気にならないけどこういうことの関係だけは見えてくる。これ50分の1で作っても面白くないしもっと細かいところが気になってくる。だから100分の1は100分の1の伝えるものがある。考え方と周りとの関係っていうこと。初めから大きいの作っちゃダメですよ。大きいの作ると全体目がいってなくて細かいところに気がいく。ここどうしようかな家具のこれどうしようかなみたいな話になる。それはそれも大事だけどそれは違うスケールで検討する。だから小さいスケールすごく大事だと思いますね。何気なく作ってるけどこういうスケールの模型って結構そこにもあるじゃないですか。これは鎌倉の家のとんがり屋根のこういう家なんですけどここで示してるのはこういう輪郭があってこの中にこうやって外をこうに切り込んでこの輪郭を切り込もうっていうふうにしてるんだけどこれだとよく分かんないですね。いろんな要件がいっぱいいろんなものが入ってくってるからだからこいつをこういうことなんだなって言って整理して模型にしたのはこれ。これはこっちに木が森があるんですけど森のすぐ脇にあるんですけどこういう屋根をくり抜いたりとか玄関のポーチをくり抜いたりとかで輪郭としてはこういうエッジの効いたこういう形でひさしも出ていない全部鉄板でくるんだそういう建築なんですけどこのスケールにするのはこういうところが色もつけてやろうとしてることを明快にするというかこういうことをやろうとしてるんだなってことが分かるようにして。僕は若い人これから建築の世界に出る人たちとこれから作る模型を見た時にすんごい精度の高いすんげえプロが作ったような模型見ても驚かないけどすんげえ汚い模型見たら驚くかもしれない。だからそんな模型作れたら大したもんでねそういうのは大事だと思うんだけどもう格闘の様その人の本人そのものっていうような模型が作れると思うんだけどねそういうことも価値あると思うんですよね。絵の世界そういうのみんな残すよね。芸術の世界って要するにきれいに浄化されて洗浄されたものが作品じゃなくてその様自体が作品だっていう作品いっぱいあるじゃないですか。泥の中でまみれたようなものを作品にしちゃうとか建築って不思議とそういうのないんですよ。だから表現としてこういう思考の過程を見せるっていうことのなんて意識がないのかどうか分かんないけどあんまり見たことないですよね。それは意図してやっても面白くないんだけどこういうふうに結果的にね格闘の様が見えちゃうっていうのはそういうことは多分面白いことかなと僕は思いますね。全てのクリエイティブなものってその過程をどうやって積み上げたかっていうことこそが大事だと僕は思うんですよね。それを残すこととかそれの過程が格闘の様が形に見えることっていうこと自体が一つのクリエイティブな世界の重要なところだと思うからそこは模型の役割でもあると思ってますねそこは。